はい、石川正義です。今回はですね、最近チョコレートシリーズをアップしているんですけども、お店で買うとプレミアムなお値段になってしまうテリーヌショコラを作っていきたいと思います。今回のテリーヌショコラは口どけだったり滑らかさが桁違いのテリーヌショコラにしていこうと思います。では全部の材料を計量していきますね。で今回のチョコレートはフランスのカカオバリーっていう会社が出しているピストールサンドマングっていうね、カカオ分が 70% のチョコレートを使っていきます。このチョコレートは苦みがね、苦すぎずに適度なんですよね。でフルーティーな香りが長く続いてくれて、今回のテリーヌショコラにはね最適なチョコレートかなと思います。でチョコレートと冷たいままカットしたバターは一緒にして湯煎などで45度ぐらいに溶かしておきます。全卵は割って一度溶きほぐしたものをこしてから必要量を計量していきます。では型の準備ですね。型の形に合わせて折り目をつけてから切り込みを入れて型に沿うようにしていきます。もし四隅の余る部分が長くなりすぎるようでしたら少し短くしておきます。で型に沿うように紙を敷いて型の準備は完了ですね。では生地を作っていきます。全卵に砂糖、塩を加えて軽く混ぜたら生クリームも加えて混ぜていきます。チョコレートやバターを溶かしている方に砂糖や塩を入れるとチョコレートやバターは水分が少なくて砂糖は溶けにくいので、全卵や生クリームの水分が多い材料の方に混ぜて溶け残らないようにしていきます。では混ぜた卵液を湯煎で40度まで温めていきます。で温める理由としては油分と水分をつながりやすく乳化しやすくするためっていうのと、チョコレートとの温度差をできるだけなくすためです。では生地を合わせていきますね。チョコレートとバターを混ぜて均一にしていきます。この2つは両方とも油脂分なので普通に混ぜていけばきれいに滑らかに混ざっていきます。チョコレートの方が混ざったら卵の方に一気に加えます。でボウルの縁に溜まっている卵がほぼなくなるまで中心部分だけをずっと混ぜていきます。でほぼ卵が混ざったら全体を混ぜていきます。もし卵の方が冷たいとここでねチョコレートとかバターが生地の中で硬くなったりして生地全体が硬くなって扱いにくくなったりします。でこれで一応乳化はしているんですけども、もっと乳化を促進させて油分と水分のつながりを強くすることで口どけを滑らかにするためにスティックブレンダーをかけていきます。ブレンダーをかける前は少しプリッとした状態なんですけども、ブレンダーを1分ほどかけるとサラッとした状態になってきます。でこのサラサラという状態になればいい乳化状態になっています。スティックブレンダーはないんだけどフープロは持っているっていう方はチョコレートと卵を合わせる段階からフープロで混ぜていただいても大丈夫です。でブレンダーをかけて気泡がいっぱい入ってしまったらボウルを下からトントンと叩いてあげて気泡を抜いてあげてください。で型に注ぐ時も少し高い位置から注ぐと空気も抜けやすいです。では型に注げたら湯煎の中に置いてオーブンに入れていきます。100度に予熱したオーブンに湯煎ごと入れて100度で40分焼成していきます。オーブンの最低温度が110度っていう方は110度で35分焼成してください。材料の中で火を通す必要があるのが卵だけっていうのと、余計に膨らまさずに綺麗な形を維持したいので
卵に火が通るできるだけ低い温度で焼いていきます。ではオーブンから出したら型を湯煎から外して室温まで冷めてから冷蔵庫で冷やし固めます。十分に冷やし固まったら型を湯煎につけて周りを少しだけ溶かしてあげて型から外していきます。周りの紙を剥がしてお皿やトレーなどにひっくり返したら完成ですね。ではちょっとカットしますね。ではいただきます。滑らか。口に入れた瞬間から舌に滑らかさを感じるんですよね。生地を作る時にフープロだったりスティックブレンダーでしっかりと水分と油分を乳化させることでできることですね。この乳化をするかしないかでかなり差があって雲泥の差ですね。しっかりとチョコレートの味、香り、濃厚さがあるんですけども、カカオ分の高いチョコレートを使ったり砂糖を控えたりすることで濃厚なんだけどスパッと切れて濃すぎない、甘すぎない、そんなテリーヌショコラですね。美味しかった。ごちそうさまでした。このテリーヌショコラは一つ上のレベルの上質のものを演出できますんでね、ぜひ作ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。石川正義でした。バイバイ。